日本史北条泰時と妻の初。北条義時の嫡男頼時は泰時と改名したが、三浦義村の娘初後の矢部の尼と結婚して、北条氏と三浦氏の関係はさらに強固なものとなった。北条泰時と妻初のその後を詳しく見ていこう。北条泰時は1187年文治3年、北条義時と伊藤助親の娘八重との間に生まれたと言われている。一方の初は1183年寿永2年、三浦義村と同じく伊藤助親の娘との間に生まれている。したがって泰時と初はいとこ同士で、さらに義時の母も伊藤助親の娘と言われているところから、かなり複雑な親子関係だと言えるのである。それはともかく、泰時は幼名を金剛と言ったが、12歳で元服式を行った時に、頼朝が烏帽子親となって頼の一字を与え、頼時と名乗った。この元服式には三浦義澄やその弟佐原義連が出席したが、頼朝は義澄に将来頼時と義澄の孫初を結婚させることを誓わせた。三浦氏は鎌倉の地元の有力御家人で、三浦氏と北条氏が手を結んで鎌倉殿を支えれば幕府は盤石だと頼朝は考えたのである。やがて源頼朝が死に、三浦義澄が亡くなって2年後の1202年建仁2年、頼時と初は結婚している。頼朝の後を継いだまだ若い頼家は、乳母で愛妻若狭局の父親比企能員を頼ったために、長年にわたって鎌倉幕府を支えてきた北条氏と三浦氏をないがしろにした。頼時が泰時と改名したいきさつは不明だが、頼家が自分と同じ頼という字を使わせないために改名させた可能性もありそうである。泰時と初の間には嫡男時氏と二女が生まれたが、原因は全く不明なのだが、二人は間もなく離婚しているのである。そして初は三浦義澄の弟で三浦一族の有力者佐原義連の嫡男佐原守連と再婚している。後に佐原守連は六原短大となった北条泰時の側近として活躍しているところから、泰時と初は喧嘩別れなどではなさそうで、何かの事情があったと考えられる。鎌倉時代は北条政子の例でもわかる通り、女性は結婚しても生命を変えず、財産も自ら所有していたために独自性が高かった。そのためさまざまな事情で離婚したり再婚したりする女性が多かったようである。再婚した夫佐原守連は六原短大となった泰時の下で活躍したが、武士としては稀の守護威厳にまで昇進して遠江の神に任じられた優れた武士であった。承久の乱では京都で活躍して悪遠江の神と恐れられた幕府側の御家人であったが、朝廷軍に殺されてしまった。戦いは幕府の大勝利に終わったが、夫を失った初は出家して矢部の尼と呼ばれている。夫が戦死して多くの所領を失った矢部の尼が困窮していることを伝え聞いた新執権北条泰時は、夫佐原守連の給料
泉の国義井郷を矢部の尼に与えることを許可している。泰時は数年前に亡くなった蓮人の子時氏と松下善二の間に生まれた次男北条時頼に領地を与える命令書を持たせて矢部の尼のもとに送っている。北条時頼は後に名執権と称えられる人物だが、この時はまだ11歳の元服したばかりの少年であった。矢部の尼はまだあどけない孫の時頼から領地授与の命令書を受け取ると、孫に会えた喜びと以前の夫泰時の優しい心遣いに触れて涙を流したに違いない。矢部の尼は佐原守綱との間にも3人の男子を設けたが、繊細の男子3人と合わせて6人が力を合わせて佐原家を盛り立てていく。1242年仁治3年に北条泰時が病死して、時氏の嫡男常時が第3代執権に収まるが、数年で病死したため次男の時頼が第4代執権に就任している。三浦義村亡き後、三浦氏を継いだ三浦安村は名護への北条家と組んで、まだ20歳の時頼を倒そうと画策する。この時矢部の尼は息子たち6人が三浦一族であるにもかかわらず、絶対に北条時頼に味方するように言命して、息子たちも素直に母に従っている。矢部の尼は別れた夫泰時が生前に示してくれた真心に誠実に応えたのである。この北地合戦で北条時頼は勝利を収め、執権の座を守り、三浦本家は滅亡した。そのため佐原氏が三浦氏を引き継いで、三浦氏はその後戦国時代まで交流している。矢部の尼は北地合戦から9年後に70歳で逝去したが、北条時頼は祖母のために50日間の喪に服したと言われている。